他者への情けの意味をどう捉えますか？情けは人のためならず森鴎外。これは明治から大正期に活躍した文豪森鴎外が残した言葉です。皆さんこんにちは、こんばんは。今回は森鴎外の言霊を紹介していきます。情けは人のためならずとは、他者への親切や助けが結局は自分に返ってくるという意味です。この言葉は日本の近代化が進む中で社会全体が急速に変化していく時代背景の中で生まれました。情けや思いやりが個人の利益ではなく、社会全体の調和と連帯感を育むものとして捉えられていました。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず森鴎外のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。森鴎外さんは文学ですごい人だったと記憶しています。しかしながら詳しいことはほとんど知らないので、学べることを楽しみにしてきました。いつも通り幼少期の環境から教えていただけますか？こんにちは、ハミルさん。森鴎外について詳しく知ることができたらきっとエネルギーが湧いてくると思うよ。では彼の幼少期の環境と初期の経歴についてお話しするよ。森鴎外、本名森林太郎は1862年に石見国津和野、現在の島根県津和野町で生まれたんだ。彼の家系は代々医師を務めていて、鴎外もその影響を受けて育ったんだ。幼少期から厳格な教育を受け、特に漢学を学んでいたんだよ。鴎外は幼い頃から学問に秀でていて、12歳で津和野藩の藩校に入学し、その後東京大学予備門、現在の東京大学に進学したんだ。医師としての経歴、鴎外は東京大学医学部に進み、20歳の若さで卒業したんだ。その後陸軍軍医としてのキャリアをスタートさせたんだよ。1884年から1888年にかけてドイツに留学し、最新の医学を学んだんだ。帰国後は軍医としての職務を続けながら医療制度の改善にも努めたんだ。また鴎外は医学だけでなく文化や芸術にも造詣が深く、医師としての知識と文学者としての感性を融合させた作品を多く生み出したんだ。これらの経験が後の文学活動にも大きな影響を与えたんだよ。医師と文学活動って想像もつかない掛け合わせでした。きっとその後文学活動がどんどん認められていくと思うんですけど、文学者としての活動についていろいろ教えてください。鴎外の文学活動はドイツ留学から帰国した後に本格化したんだ。彼は自身の体験や見聞をもとに多くの作品を執筆したよ。特に1889年に発表した舞姫はドイツ滞在中の経験を反映したもので、青年の恋愛と挫折を描いている。この作品は彼の作家としての地位を確立するきっかけになったんだ。他にも鴎外の代表作には歌方の木部一族などがあるんだ。これらの作品では明治時代の急速な社会変化の中での人々の葛藤や伝統と近代の狭間で揺れる日本の姿が描かれているんだよ。また鴎外自身が医師としての視点から見た人間の生と死、精神的な苦悩も重要なテーマになっているんだ。鴎外の作品はその深い洞察力と美しい文体で高く評価されたんだ。彼は明治文学を代表する作家の一人として日本文学の発展に大きく貢献したんだよ。また後進の作家たちにも多大な影響を与えたんだ。特に彼の作品に見られる人間性の探求は後の文学にも大きな影響を及ぼしているんだ。また鴎外は同時代の作家たちとの交流も盛んで、夏目漱石や島崎藤村などと共に日本文学を牽引したんだ。彼らとの交流を通じてお互いの作品に刺激を与え合い、文学の発展を推進していったんだよ。医師としての専門知識と文学者としての感性を融合させた鴎外の作品は今なお多くの読者に感銘を与え続けているんだ。明治時代は多くの文豪が生まれた印象があります。明治時代の急速な社会変化の中での人々の葛藤や伝統と近代の狭間で揺れる日本の姿が描かれているって教えてくれましたけど、より深く時代背景やそれが文学へ与えた影響を教えてほしいです。森鴎外が当時の社会背景からどのような影響を受け、彼の文学にそれがどう反映されたのかについて説明するよ。急速な西洋化と個人のアイデンティティ。明治時代は西洋文化の急速な導入によって日本社会が大きく変化した時代だったんだ。森鴎外もその影響を強く受けた一人だ。彼はドイツに留学し、
西洋の文化や思想に触れたことで、伝統的な日本の価値観と新しい西洋の価値観の狭間で揺れる日本人の姿を描くことに力を注いだんだ。彼の作品には個人のアイデンティティや自己探求のテーマが頻繁に登場するよ。伝統と近代の狭間での葛藤。鴎外の作品には伝統的な家族制度や社会の価値観が急速な近代化によって揺らいでいく様子が描かれているんだ。例えば舞姫では主人公が西洋での恋愛と日本での義務感との間で葛藤する様子が描かれている。これは明治時代の急激な社会変動の中で個人が新しい価値観と向き合わざるを得なかった現実を反映しているんだよ。社会問題への関心と批判。鴎外はまた明治時代の社会問題にも鋭い関心を持っていた。彼の作品には近代化によってもたらされた社会の歪みや人々の苦悩が描かれているんだ。例えば安倍一族では封建的な制度の下での人間の尊厳や正義について考察している。このように鴎外は社会問題を通じて人間の本質を探求し、時には社会批判を行うことで文学を通じて社会に警鐘を鳴らそうとしていたんだ。森鴎外の文学は彼自身が生きた時代の社会背景を深く反映している。彼はその中で時代の波に揺れ動く人々の姿を通して普遍的な人間のテーマを描き出したんだよ。人間の本質について深く考えを持っていた人なんじゃないかなって感じました。人柄やアイデンティティはだいぶ分かってきたので、言霊の背景について知りたいです。情けは人のためならずとはどんな意味や願いが込められているのかを教えていただきたいです。わかった。それでは次のセクションで話していくね。明治から大正期にかけて人々の人間関係も大きく変わり、個人の利益よりも社会全体の調和が重要視されるようになったんだ。森鴎外の情けは人のためならずという言葉はまさにこの時代の価値観を反映しているんだよ。情けは人のためならずという言葉は一見すると他人に情けをかけても意味がないと解釈されがちだけど、実際には全く逆の意味なんだ。この言葉の本来の意味は他人に親切にすることは巡り巡って自分のためになるということを表しているんだよ。具体的には他者に対して親切や思いやりを示すことが直接的な見返りを期待しなくても最終的には自分にも良い結果をもたらすという考え方なんだ。例えば誰かを助けたり支えたりすることがその人との信頼関係を深め、後々の人生で予期せぬ形で自分に返ってくることがあるんだ。この言葉は森鴎外の時代背景と深く結びついている。他者への思いやりが結果的に自分の幸福にもつながることを教えてくれるんだよ。だからこの言霊は自己利益を追求するだけでなく、他者との関係性を大切にすることの大切さを教えているんだ。へえ、情けをかけない方がいいと解釈していました。実はいいことをすれば自分に返ってくるという意味があったんですね。でもなんでこんな言霊が生まれたんだろう。森鴎外さんの経験や思想が大きく影響しているような気がします。ではなぜこの言霊が生まれたのか、森鴎外の経験や思想を考慮して説明するね。鴎外は医師としての経験を通じて多くの人々の苦しみや病を目の当たりにしてきたんだ。医師としての職務を果たす中で彼は人々の命や健康を守ることが社会全体の幸福につながることを実感したんだと思う。彼は人々が互いに助け合うことで社会がより良くなると信じていたんだ。また鴎外はドイツ留学中に西洋の文化や思想に触れることで個人主義や社会の調和について深く考える機会を得たんだ。西洋の個人主義と日本の伝統的な共同体意識の間でどのようにバランスを取るかが彼の大きなテーマだったんだ。鴎外はこのような背景から他者への思いやりが社会の安定と幸福を支える重要な要素であると考えるようになったんだよ。彼の情けは人のためならずという言葉はこのような経験と思想の結晶であり、他者を思いやることが結局は自分自身の幸福にもつながるという深い真理を伝えているんだ。だからこそこの言霊は今もなお私たちにとって大切な教訓として受け継がれているんだよ。そうか、医師としての経験もこの言霊に反映されているんですね。もう少し詳しく教えてほしいことがあるんですけど、言霊の意味は分かりました。でもどうして情けは人のためならずっていう否定形をわざわざ使ったんでしょうか。文学の深みだということだと思うんですけど、私のように頭の悪い人にも分かりやすく、その深い真意などを教えてほしいです。素晴らしい視点だね。情けは人のためならずという言葉がなぜ否定型で表現されているのか、その理由と深い真意を考えてみよう。情けは人のためならずという言葉が否定型で表現されているのは当時の言葉遣いと文学的表現の影響が大きいんだ。現代の感覚だと
否定的な表現に感じるかもしれないけど、ここでは実際には情けは他人のためだけにあるのではなく、巡り巡って自分に返ってくるという肯定的な意味を含んでいるんだよ。この表現の深い真意は、鴎外が強調したかった主の行為の重要性にあるんだ。彼は他者への親切や思いやりは見返りを期待しない純粋な行為であるべきだと考えていたんだ。しかし結果としてそのような行為は自分にも良い影響をもたらすということを伝えたかったんだね。否定形を使うことで情けは他人のためではないと一旦言い切ることで、読者にでは何のためなのかと考えさせる余地を与えているんだ。そしてその答えが実はそれが巡り巡って自分にも返ってくるということで、最終的に驚きや発見の感覚をもたらすんだよ。このような表現方法は鴎外が文学者としての深みを追求する中で読者に対して思考を促し、より深く考えさせる意図があったんだ。だからこそ情けは人のためならずという言葉は単なる道徳的な教訓ではなく、人生の真理を伝える深い言霊として今も語り継がれているんだよ。理解しやすいように説明したつもりだけど、どうかな。すごくよくわかりました。あえて考えてもらう手法を取ったってことですが、私も考えを巡らせていました。言葉の力はこんなにも人を動かすんだなって感動しています。最初にきっとエネルギーが湧いてくると思うよって伝えてくれた意図が分かった気がします。この思いを未来に生かすために使っていきたいんですけど、ぜひディスカッションしてもらってもいいですか？やる気満々だね。それでは次のセクションで未来に生かせることを話し合ってみようよ。ではディスカッションのためにいくつかテーマを考えてみたよ。いいなと思うものを選んでね。他者への思いやりと社会の調和、見返りを求めない親切の大切さ、人間関係の築き方、自己成長の一環としての親切。どれか話したいテーマはあるかな？自己成長の一環としての親切がいいです。なんとなくなんですけど、親切ができる人って上の立場にいないとできないんじゃないかって思い込みが私の中にある気がしているんです。もちろんそんなことは絶対ないんですけど、森鴎外さんの伝えたい意図ももっと深く取り入れられるチャンスなんじゃないかって思って。なるほど、面白い視点だね。森鴎外の情けは人のためならずという言葉には、他者への親切が自分自身の成長につながるという深い意図が込められていたよね。親切をすることは単に相手を助けるだけでなく、自分自身の内面を豊かにし、人間としての器を広げる行為でもあるってことはここまでで分かってきたんじゃないかなって思う。親切や思いやりは特別な立場や力を持つ人だけが行うものではないということも感覚的に理解しているってことだよね。誰でもどんな状況でも他者に対して思いやりを示すことができるはずだからね。実際日常の小さな親切や助け合いが信頼関係を築くきっかけとなり、それが結果的に自分にもプラスの影響をもたらすことが多いよね。森鴎外は無私の行為としての親切が最終的に自分の幸福につながることを最も伝えたかったんじゃないかな。無私の行為というのは自分自身の利益や見返りを求めずに他者に対して親切や善意を行うことを指すんだ。要するに自分のためではなく純粋に相手のためを思って行動することだよ。例えば困っている人を助けるときに感謝されたいとか後で自分に返ってくるかもと思わずに、その人のために純粋に手を差し伸べることが無私の行為なんだ。このような行為は自己犠牲の精神を伴うこともあり、結果的に自分の内面を成長させる助けにもなるんだよ。すごくよくわかります。ガンジーさんの時ももちろん他の偉人の時も感じたんですけど、愛が深い人って本当にかっこいい。でも私なんかが親切をしても役に立てるのかなって不安に思って手助けできない人も多いと思うんです。確かにガンジーや他の偉人たちのように深い愛を持って行動する姿には心打たれるものがあるね。彼らの行動が特別なものに見えると、自分の親切が本当に役立つのか不安に感じることもあるのも共感するよ。でもどんなに小さな親切でもその価値は決して小さくないんだ。親切の行為は必ずしも大きなことをする必要はなく、日常の中でできるささやかなことが他人にとって大きな意味を持つこともあるんだよ。例えば誰かに笑顔で挨拶したり、困っている人に声をかけたりするだけでもその人の一日を明るくすることができる。森鴎外の情けは人のためならずという言葉もまさにそうした小さな親切が巡り巡って自分に返ってくることを伝えているんだ。大切なのは無理をして大きなことをしようとするのではなく、無理のない範囲で自分にできることを少しずつやってみることなんだ。不安に感じることは自然なことだけど、まずは一歩踏み出してみるといいよ。小さな親切が積み重なって
やがて自分自身の成長や他者とのつながりを深めるきっかけになるかもしれないからね。小さな一歩でもその行為が誰かの心を温めることは間違いなく意味があることだよ。笑顔で挨拶することも親切と捉えられるのか、新たな発見です。笑顔で挨拶すれば、もしかしたら相手がちょっと嫌なことがあっても吹っ飛ばせるきっかけくらいにはなれるかもしれないですもんね。少し考えればわかることだけど、発見させてくれた森鴎外さんの言霊に感謝です。見てくださっている皆さん、他にもディスカッションのアイデアとして3つのテーマがありました。気づいたこと、お話ししたいことなどあれば、ぜひコメント欄に書いてください。もっともっと新しい発見をしていきたいです。今日は森鴎外さんについて深いところまで学ばせていただきありがとうございました。皆さん、ここまでご覧いただきありがとうございます。森鴎外の情けは人のためならずという言葉を通じて、他者への思いやりや親切の大切さを考える機会となったでしょうか。ここでもう一度あなたに問いかけます。他者への情けの意味をどう捉えますか？鴎外が伝えたかったことは、見返りを求めない無視の行為が結果として自分自身を成長させ、社会全体の調和にもつながるということでした。彼の言霊は今の私たちにも強いメッセージを送っています。小さな親切でもそれが誰かの心に響くことで大きな意味を持つことがあるんです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。